唐津というところは日本の、九州の北部にある町です。ここを選んだ理由は、父がここを作りましたので、登り窯を焚くのでどうしても町の中では窯が焚きづらいので、山の中ということが一つの条件だったと思います。私が、中里滝です。唐津で焼き物を作っております。子供の頃はこの窯の周りで遊んだりはしてて、父の仕事はよく遊びながら見てはいました。大学を卒業してからここに帰ってきて、父からろくろを教わって、練習をして、3年間くらい弟子のような感じで、修行というか練習をしてで習いましたね。時期に比べて一見見て綺麗ではないです。でも唐津焼が見にくいかというとそうではなくて、それだけの魅力があります。その魅力というのはざっくり日本語で言います。砂気があったりザラザラしたり、肌が一見見て綺麗ではないけど、こう手に取ってみると親しみの持てる焼き物です。陶器というのはやっぱり土によって表情が随分違いますので、その土を生かした作り方っていうのはしたいと思ってますし、僕は唐津にいるので唐津周辺の土を使って、山から掘ってきた土を、なるべくあまりいろんなものをミックスしないで、そこにある土単味で使う。これは千石門皿と呼んでます。これは、上薬をかけずに、鉄分が多い土で、薪の窯で焼くとこういう灰がかかったところがザラザラっとした感じで、周りがこういうグリーンになったりで、影になったところがこういう赤い色が出たり、これ唐津南蛮と呼んで、これは薪の窯でしか焼けない作品ですね。人生のことと焼き物を作ることと影響があります。それはもちろん大いにあります。それはただ、私たちの作ってる焼き物というのは別に100円ショップでも買って使っても生活できます。でも僕のものは100円ショップよりもずっと値段が高いです。でそこはどう違うのかという難しいことですけどね。それはやはり我々の生きてること、生き方というのも大いに、関係あると思います。それをどのように喋れというかというと、あんまりこういうことは、普通は言葉で話しません。で、酒飲んだら話します。だから今は酒飲んでないから話せないですね。創作理念にそういうこともお互いに話したりはしないんですけども、でも多分父も僕も同じような考えだとは思うんですけど、陶器というものは飾るものではなくて、使うものである。
食事を楽しくおいしく食べるための器であってほしい、花入れなんかだと花を生けた時に美しくあってほしいとか、あまり主張をしない器の方がいいんじゃないかなと思って